本動画では錬金を解説。しかし、その前に全スタイル共通の動画をご覧ください。そうしないと本動画だけ見ても意味不明になるよ。錬金と錬金アイテム使用。錬金は時間で錬金ゲージが増える。促進薬を使っているとゲージ増加量が増える。また、明鏡止水でも増加量が増える。促進薬で1ゲージ10秒短縮。SP4 の発動に必要な12ゲージを稼ぐ速度は、促進薬を使った方が速いとされる。長期戦になるなら促進薬を一番最初に作る。促進薬を使っていると樽を持った状態の移動速度が上がる。エリアチェンジをせずにソロで振る場合には、わずかな移動速度アップが地味に役立つ。エリチェンして振る。ソロではやらない、となると微妙な効果ではある。ちなみにスタミナが切れても、息切れはせず、走る速度が遅くなるだけで済む。促進薬中は樽を振る速度がやけくそ、ソロでエリチェンせず振る場合に、チャンスが増える。錬金気合玉を使うと、味方を含めた全ての仮技ゲージが350溜まる。これが本命の錬金アイテム。混沌終了後に気合玉を使っていきたい。また、クエストが10分未満とかであれば気合玉だけ作るのもあり。錬金と石の効果は仮技ゲージ増加量アップ。ストライカー動画で似た調査をしたが、切り下ろし程度のモーション値では微妙な結果だった。しかし錬金と石だと切り下ろし程度でも明らかな差。作ったり研ぐのは面倒だが、楽しいは楽しい。錬金と石は錬金フエールで調合。錬金と石をこまめに作るより効率がいい。ただし、錬金と石を使う必要あるかはなんとも。錬金耳栓は手数を増やすのには役立つが、作るかといえば微妙。二つなディアの事故防止にはなる。抜刀中に小樽が置ける片手的には微妙か。錬金活力剤と SP3 による回復速度、どちらも赤ダメージ以外も回復できる。併用していれば映像のように結構回復する。しかし、難易度の高いクエだと2回攻撃を受ければ終わり、回復を待ってられない可能性もある。そして回復を待てる人なら、そもそもいらないといった状態。錬金アイテムの詳細効果は概要欄に書いておきます。錬金 SP。他の SP に関しては概要欄に書いておきます。コンボ。切り上げから水平まで出す。水平の後は、また切り上げから。距離が離れている時は突進から水平まで。その後、切り上げから水平。ブレイブ以外は、ほとんどの攻撃の後に、XA 同時押しをすると回転切りが出る。錬金もこれはできない。その代わり横切りの後に X で回転切り。また、水平の後に A でも回転が出る。回転切りは錬金ゲージが多く増加するので、他のスタイルよりは使うかも。ちなみに、特殊攻撃ボタンを押せば直接出せる。実はブレイブ以外共通である。ちなみに、樽を持ってる時も B で回避が出せる。ただし振った分はリセットされて振り直しにはなる。他の武器は抜刀状態でも回避から RY で樽を振れる。それも錬金樽に合ってない状態で可能。片手はどんなアイテムでも使えるせいで、ちゃんと錬金樽に合わせていないといけないので注意。装備。仮技を3つ持てるので2つな武器の評価が高まるのが錬金。他のスタイルでは原種を選びがちだが、錬金だと2つなを持ちたくなる。臨戦と混沌を両方使えるため、短い切れ味も維持できる。武器によっては切れ味レベル1でも十分維持できる。ただし、これらは技物を使う場合である。スキル。おそらく変なことをせずテンプレが一番強い。だが、せっかく錬金を使うならっていうのもある。ドカキ切り採用の弱点特攻型。錬金と石も使っていく感じ。物理が通りにくい相手に連撃型。そのため属性武器を持っている。こちらも錬金と石を使っていく。総量。オミットされている技がほぼ使わない技ばかり。仮技が3つ使えるのもあって、ストライカーの亜種って感じで強い。
ストライカーは攻撃を当ててゲージを貯めるので、手数が必要となる。錬金は時間経過でも錬金ゲージが貯まり、気合玉により仮技ゲージへ変換。超特殊許可のソロクリアを目指している段階ならば、ベースキャンプに戻る頻度も多いはず。錬金だと戻って立て直しを図っている間も、ゲージが溜まっていってるようなものということ。そのためソロ超特殊許可初クリアは、ストより楽すらある。武士道が初クリアは一番楽だけども、他のスタイル解説動画で、より詳しく説明していることもあるので、よろしければ他スタイル動画もご覧くださいな。